ヨンジーの中国ライフ。皆さんこんにちは、ヨンジーと申します。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。本日は中国観光ビザ L ビザの完全取得ガイド、これを見れば絶対に取れるということで、こちらの最新版をお届けしたいと思っております。以前にですね、こちらの動画で中国の観光ビザ L ビザの取得方法に関する動画は一度出したことがあるんですけれども、こちらの動画を出してからある程度時間が経ちましたので、こちらの動画の内容から少し変わった部分もいくつかあります。ですので、そういった変わった点を全て踏まえた最新版の完全取得ガイドを作りましたので、これから中国の観光ビザ L ビザを取得される予定の方は、ぜひこちらの動画をご参考にしていただけますと幸いです。それでは早速参ります。本日の動画ですが、こちらの3つの項目で進んでまいります。1つ目は必要書類です。中国の観光ビザ L ビザを取得するために必要な書類というのがございますので、それが一体何なのかというのを皆さんとまずは確認をさせていただきたいと思っております。2つ目が観光ビザ L ビザ取得までの道のりです。この2つ目の項目で観光ビザを取得するすべてのステップを1から順番に最後まで解説させていただきたいと思っております。最後によくあるご質問とその回答です。私が以前に中国観光ビザの取得方法の動画を出してから非常に多くのご質問がありました。その中で比較的多くの方がご質問されるような内容というものの傾向が分かってきましたので、そういったものはこれから先もより多くの方が疑問に思われるところだと思いますので、本日はそのよくあるご質問とそれに対する回答をこちらの動画の最後でご共有させていただきたいと思っております。よくあるご質問の例としましては、例えば陸路で中国に行く場合はどうするといったようなご質問でしたり、ダブルやマルチビザっていうのは今取得できるんですか、こういったご質問について私の知る限りの知識と情報になりますけれども、それに基づいて回答させていただきたいというふうに考えております。それでは早速1番目の必要書類に参ります。まず中国ビザ申請のために必要な書類ですけれども、こちらは中国ビザセンターというウェブサイトで確認をすることができます。Google で中国ビザセンターと検索してみてください。検索をしますと一番上にビザセンターのウェブサイトが出てきますので、こちらをクリックします。そうしますと重要なお知らせというのが出てくる場合がありますが、これは適当に見ていただいて了解しましたを押します。真ん中のところにビザ情報というのがありまして、一番上、ビザの種類と必要書類一覧というのがありますので、こちらをクリックします。そうしますと、ビザの種類がずらっと出てくるんですけれども、今回は観光ビザ、L ビザでお話を進めますので、この一番上の観光というところの丸いところですね。これを押してください。そして、一番下に行きまして、材料一覧を表示してくださいというボタンがありますので、これを押します。そうしますとですね、ここに中国観光ビザ L ビザを取得するために必要な書類というのが何なのかというのがバーッと書いてあるんですけれども、これちょっと見づらくてですね、分かりづらいんですね。ですので、私の方でまとめたものがありますので、今回そちらを用いて説明をさせていただきたいと思っております。はい、こちら私がまとめたものになります。観光 L ビザの必要書類一覧になります。まず一つ目はパスポートの原本、そして写しですね。写しというのはコピーのことですけれども、当然中国に行くわけですからパスポートっていうのは必要になってきます。二つ目は6ヶ月以内の証明写真 4.8×3.3cm、 カラー、背景は白、これが1枚と書いてあります。証明写真も必要になるんですが、これについては次のページ以降で解説させていただきたいと思います。3つ目がビザの申請表、ウェブ申請表というものですね。これも次以降のページで解説いたします。そして4つ目が航空券。これは中国の往復の航空券の e チケット控えコピー。そして最後、下記のいずれかというのがあるんですけれども、いずれかの1つ目がホテル手配確認書。2つ目が中国国内機関発行の招聘状。3つ目が中国在住者発行の招聘状。この3つのうちのどれか1つというのが最後の必要書類なんですけれども、多くの方はこの1番のホテルの手配確認書を提出するということになると思いますので、こちらの動画ではホテル手配確認書で進めさせていただきたいと思います。以上の5つですね、中国の観光ビザ申請に必要な書類となっております。それでは
必要な書類が分かったところで、これからどのようなステップで中国の観光ビザを取得していくのかというところをご解説させていただきたいと思います。これからご説明させていただくステップ、道のりに関しましては、あくまでも私がこの道のりで観光ビザを実際に取得したというものに基づいたものになります。まず、道のり最初の1つ目のステップですけれども、写真の準備としています。そして次が航空券とホテルの予約。3つ目が Web 申請票の入力。4つ目がビザセンター、あるいは総領事館で手続きを行う。そして最後5つ目がビザの受け取り。という、大きく分けてこの5つのステップで観光ビザの取得を進めていきます。それではまず最初は1番目の写真の準備についてです。一番最初の必要書類のところでも見ていただきましたけれども、中国の観光ビザを取得するためには6ヶ月以内の証明写真というものの提出が必要となっております。でその証明写真なんですけれども、こちら今ご覧いただいているようにですね、規格というものが存在しまして、結構細かいですね、ルールがあります。で、このルールに沿った写真を撮影しないとビザの申請を受け付けてもらえませんので、この点ご注意いただければと思います。ここに細かく書いてあるルール通りの写真が撮れればですね、どのような方法で写真を撮影してもいいんですけれども、私はいつもカメラの北村さんに行って中国ビザ申請用の写真を撮影してくださいとスタッフの方に伝えて撮ってもらっています。カメラの北村さんはこういったビザ用の写真を撮るプロフェッショナルですので、中国ビザ申請用の写真を撮りたいと伝えると、ここに書いてある規定に沿った写真をちゃんと撮ってくれます。細かいことこちらから指示しなくても、中国ビザ申請用の写真を撮ってくれるようになってますので、カメラの北村さんに行って写真を撮るというのが一番楽です。で写真なんですけれども、実際のその写真と写真のデータというのが必要になります。でこのデータは3番目にお話しする Web 申請票入力のところで使うものになるので、そこでまた詳しくご説明いたしますが、実際のその印刷した写真と写真のデータ、この2つを取得する必要がありますので、これについてもカメラの北村さんで写真撮影とデータをくださいと言えば対応してもらえますので非常に楽です。カメラの北村さんで写真撮影とデータをもらう場合ですけれども、金額は3500円くらいだったと思います。ちょっと高いんですけれども、間違いのない完璧な写真とデータを納品してくれますので、そういう意味では失敗がないので楽かと思います。でもちろんご自身で何らかの方法で写真を撮影して印刷、そして写真のデータを用意するっていうことは当然できると思いますので、この辺はご自身がどのように写真を用意されるかっていうところに従って進めていただければと思います。写真の準備が完了しましたら、この必要書類の中の6ヶ月以内の証明写真1枚、これにチェックがつきます。あとはこれ以外のものを準備していくという流れになっていきます。次2番目です。航空券とホテルの予約についてですけれども、こちらも中国ビザの申請に必要な書類の一つになります。まず航空券については中国への往復の航空券です。日本から中国、中国から日本の航空券、こちらの e チケットの控え、そしてホテルの予約表というのがあります。ホテルの予約表というのは中国滞在期間中に宿泊するすべてのホテルの予約表を提出してください。1週間滞在される方であれば1週間分のホテルの予約表を提出してください。一つテクニックではないんですけれども、観光ですので実際にビザが取れた後にどこに滞在するとかですね、どこを訪れるとか、そういった具体的な予定を決めたいという方もいらっしゃると思います。そういった方はこのホテルの予約表に関しましては無料でキャンセルできるものをとりあえず予約しておいて、それを使ってビザ申請だけ済ましてしまうという方法を取られている方もいらっしゃいます。そしてビザが取れた後に無料キャンセルのその予約したホテルを全てキャンセルをして、その後実際のご自身の旅行プランに合わせたですね、実際に泊まる予定のホテルを予約してご旅行されると、そういった方もいらっしゃるので、そういった方法も一つあるということをご検討いただければと思います。航空券 e チケット控えコピーとホテルの手配確認書が準備できましたので、この3つにチェックがついて、あとパスポートとビザの申請表だけになりますね。次に3つ目の Web 申請表の入力ですけれども、中国ビザの申請というのはですね、お住まいの地域によって Web 申請表を作成するサイト、そして申請手続きを行う場所、これらが異なります。今から具体的にご説明をさせていただきますと、こちらの表は中国大使館から
取得してきたものなんですけれども、左側に中国駐日本大使館、そして総領事館の名前がずらーっと書いてあって、右側に都道府県が書いてありますね。管轄地域というのがありまして、例えばですけれども、中国駐日本大使館の管轄地域というのは、この右側に書いてある都道府県のみになります。そして、この中国ビザの申請に関しましては、管轄地域ごとに決められたウェブサイトでウェブ申請表を作成するというルールがありますので、その点お気をつけいただければと思います。まず最初に、中国駐日本大使館、そして中国駐大阪総領事館、そして中国駐名古屋総領事館。この3つの管轄地域ですね。こちらにお住まいの方は、中国ビザセンターでウェブ申請表を作成します。そしてこれらの地域以外にお住まいの方に関しましては、China Online Visa Application COVA というウェブサイトがありますので、ここに行ってウェブ申請表を作成します。お住まいの地域によってウェブ申請表を作成するサイトが異なりますので、この点はお気をつけいただければと思います。先ほどご説明したように、ウェブ申請表を入力するサイトは2つあります。1つ目が中国ビザセンター。2つ目が China Online Visa Application COVA。この2つありますので、ご自身のお住まいの都道府県によってサイトが異なりますので、この点再度ご認識いただければと思います。で、本日は中国ビザセンターの方で Web 申請表の入力方法を解説させていただきたいと思っております。で、基本的にはこの China Online Visa Application COVA の方もですね、入力する内容自体はほぼ一緒です。ただ、ウェブサイトの見た目が若干異なりますので、その点だけお気をつけいただければと思います。入力項目はこのビザセンターも下の China Online Visa Application もほぼ同じです。それでは実際に中国ビザセンターで Web 申請表を入力していく流れについてこれからご説明させていただきたいと思います。まずは中国ビザセンターのこちらの URL を開きます。開きますとこのようなサイトが表示されますので、まず左側の選ぶところがありますので、ここから日本を選びます。J と入れれば Japan が出てきますので、これを押します。次に真ん中に名古屋、大阪、東京とこの3つのうちどれか1つを選ぶようになっているんですけれども、このどれを選べばいいかと言いますと、これが先ほどの表に戻りますと、東京を選ぶ方はこちらにお住まいの地域の方です。大阪を選ぶ方はこちらの大阪総領事館の管轄地域にお住まいの地域の方です。そして最後に名古屋を選ぶ方はこちらの名古屋総領事館の管轄地域にお住まいの方はそれぞれ東京、大阪、名古屋を選んでください。今回は例として東京で進めさせていただきます。東京を選びます。そして右側の青いボタンを押します。何か画面が出てきますが、適当に下に行っていただいて、青いボタンを押します。言語が今英語ですけれども、ここから日本語にすることができますので、日本語にします。また画面が出てきましたが、下に行って青いボタンを押します。そうしましたら、ここにビザ申請表入力へというふうに書いてありまして、まず最初にパスポートの種類を選択してくださいとありますので、ここから一般を選んでください。そして次の質問でパスポートの残存有効期間を選択してくださいと出てきますので、通常は6ヶ月以上の有効期間がないとビザ申請できませんので、こちらの6ヶ月以上のところを押します。そして中国の到着日を選択してくださいとなりますので、到着日を入力してください。次に中国への渡航目的を選択してくださいと出てきますので、一番上の観光を押してください。そうしますとビザ申請表入力へ進むという青いボタンが出てきますので、こちらを押します。そうしますとログインというページが出てきますので、一番最初は右下の新規登録するというボタンを押してください。個人登録となっていると思います。こちらに必要事項を入力していきます。まず最初メールアドレスを入力します。そしてパスワードを入力します。パスワードはこちらに要件が書いてありますので、このすべての要件を満たすパスワードを入れてください。最後に認証コードですけれども、まず最初に右側の認証コードを送信しますという青いボタンを押してください。そしてこのスライドを引っ張って右に行きます。そうしますとですね、認証コードというのが、このような形でメールアドレスに送信されましたと出てきますので、ご自身のメールボックスを見て認証コードを確認します。このような形で認証コードが届きますので、この太字になっているところをコピーして先ほどの画面に入力をします。確認して同意しますのチェックをして、下の新規登録の青いボタンを押します。
これで新規登録に成功しました。ログイン画面に移ります。出ます。これでログインできている状態になっています。で、再度ですね、このビザ申請表入力へ進むを押します。そうしますと、まず最初に必要書類について書かれたところが出てきます。で、この読書が完了し、フォームに記入し始めましたという、ちょっと日本語変なんですけれども、これを押します。ここからが実際に Web 申請表を入力していく流れになります。で、システムの説明がいろいろ書いてありまして、確認しました、同意しますというのを押して、新しい申請表に記入するを押します。一番最初に写真をアップロードするというのが必須項目であります。ここで写真をアップロードしないと先に進めないんですね。で、この写真というのが、こちらでお話しした規格に沿った写真というのをアップロードしないといけないというわけです。ですので、私のこの道のりの中では、一番最初に写真を準備しましょうというふうに皆様にお伝えしたのは、そのような理由があるからです。Web 申請表を入力するときに、この規格に沿った写真のアップロードが必要になりますので、その前にこれを準備しておかないといけませんから、一番最初に写真の準備を持ってきたということになります。冒頭でお伝えしましたように、カメラの北村さんで写真とそしてそのデータというものをもらっている方に関しては、そのデータをアップロードするだけでここ進めますので、写真のデータをアップロードして進めていただければと思います。はい。で、実際に事前に用意した規格に沿った写真をここでアップロードしていきます。アップロードというのを押します。そうしますと、このような画面が開きますので、この Choose Photo というのを押して、写真のデータをアップロードします。そうしますとですね、このように写真が出てくるんですけれども、この二重の青い線に顔を合わせます。これですね、微調整をしてうまくいかないこともあったりするので、ちょっとこう微調整しながら合わせて、そしてフィニッシュというボタンを押します。そうしますと、ここに写真は中国ビザ申請の基準を満たしているというチェックがついて、次に進めるようになります。この微調整が結構難しくてですね、カメラの北村さんで写真データをもらったのにですね、実際にアップロードしたらうまくいかないということもあるんですけれども、微調整を細かくやれば、ちゃんとここに基準を満たしているというふうに出てきますので、失敗される方は何度かこれ試してみてください。はい。で、このようにですね、うまくいかないと写真は基準を満たさないためアップロードできませんでしたと。引き続き他の項目を入力をビザ申請時に基準を満たす写真を提出してくださいというふうに出てくるので、一旦ここ無視して先進んでも大丈夫です。実際にそのカメラの北村さんであれば、カメラの北村さんで撮影をしていただいた写真があると思いますので、その写真を提出さえすれば、ビザの申請自体は問題ありません。ですので、ここエラー出てますけれども、そのまま進んでいただいて構いません。ここから先は、氏名でしたり、生年月日でしたり、性別でしたり、こういったものを入力していきます。で、入力は英語か中国語のみになっています。ですので、すべて英語か中国語で入力をしていってください。何をどう入力すればいいのかというのはこの後お見せしますので、適宜画面を止めて確認をしていただければと思います。中国ビザセンターで Web 申請表を入力するにあたりまして大事なことですけれども、入力する言語は英語か中国語のどちらかとなっております。日本語は入力できませんので、その点あらかじめご理解ください。そして入力が完了しまして申請するというボタンが最後に出てくるので、それを押しますと右側にあるような Web 申請表、入力した内容を PDF ファイルでダウンロードすることができるようになります。こちらのファイルは必ずダウンロードして、そして印刷をしてください。入力した内容をすべて印刷して、ビザセンターに持っていかなければなりませんので、こちらの印刷は必ず忘れずに行ってください。以上でこの3番目の Web 申請表の入力が完了となります。Web 申請表の入力が完了しますと、こちらにチェックがつきますので、あとは残すところパスポートのみとなりますので、もうほとんど全ての必要書類に関してはこの時点で集まっているという状態になっているかと思います。必要書類がここまでで全て集まりましたので、4番のビザセンターあるいは総領事館で手続きというところに進んでいきます。実際にこれから必要書類を全て持って手続きをしに行くわけなんですけれども、ご自身がお住まいの地域を管轄しているビザセンターもしくは総領事館に行って申請手続きをします。
こちら、先ほど見ていただいた表と全く同じ表なんですけれども、中国ビザの申請には管轄地域がありますというお話を先ほどさせていただいたかと思います。必要書類を準備して、どこに申請に行けばいいのかと言いますと、まず、中国駐日本大使館の管轄地域、こちらの都道府県にお住まいの方は、東京ビザセンターに行ってビザの申請をしてください。そしてその下、大阪総領事館のこれらの地域にお住まいの方々は、大阪ビザセンターに行って申請をしてください。そして飛びまして、名古屋総領事館の管轄地域にお住まいの方は、名古屋ビザセンターに行ってビザ申請をしてください。それぞれ所在地につきましては、インターネットで中国東京ビザセンター、大阪ビザセンターなど検索すれば出てきますので、そちら検索して行っていただければと思います。そして、それ以外のですね、地域にお住まいの方に関しましては、それぞれの総領事館で直接手続きという形になっています。例えば、福岡の総領事館の管轄地域にお住まいの方であれば、福岡総領事館に行ってビザ申請の手続きをしてください。同様に、札幌の総領事館の管轄地域でしたら、札幌総領事館、長崎総領事館、そして新潟総領事館といった形になっておりますので、お住まいの地域によってどこに行って申請するかというのはもう決まっています。選ぶことができませんので、こちらに従ってそれぞれビザセンターなのか、それとも総領事館なのかっていうところをご確認いただいて、申請手続きに行っていただければと思います。ビザ申請の手続きに予約は不要ですので、必要書類があれば明日にでも申請手続きに行くことが可能です。ただし、ビザセンターも総領事館も土日と祝日はお休みになるかと思いますので、平日に手続きに行かなければならないという点についてはご注意いただければと思います。また、ビザセンター総領事館それぞれ営業時間というのがございますので、これについてもインターネットで検索をしていただいて、営業時間内に必要書類を持って申請手続きに伺ってください。申請手続きを行う際の当日の持ち物について改めて確認をしたいと思います。まずこちらですね、必要書類として挙げさせていただいたもの5つですね。最初のものがパスポートの原本とコピー、そして6ヶ月以内の証明写真、ビザの申請表、ウェブ申請表、先ほど作ったものですね。そして航空券 E チケット控えのコピー、下記のいずれかというところでホテルの手配確認書になっているかと思います。これらすべて必要書類ですので、欠かさずに持っていってください。ただ実はですね、これ以外にも必要なものがあります。それについて簡単にお話しさせていただきますと、まず、中国の渡航歴がある方ですね。以前に中国に一度でも行ったことがある方は、最後に中国に行った時の中国への入国スタンプ、そして出国のスタンプが押してあるパスポートのページのコピーを提出してください。複数回中国に渡航された方もいらっしゃると思いますが、最後だけで大丈夫です。最後の出入国のスタンプ、これが押してあるページのコピーを持って行ってください。そして旧パスポートですね。パスポートを更新されたことがある方に関しては、更新前のもの、古いパスポートも持参してください。これは持っている方のみになるかと思いますが、更新されたことがある方は、以前のパスポートも必ず持って行ってください。そして、10円玉を200円分ほど。これはですね、当日ですね、この書類をコピーしてほしいとかっていうふうに、ビザセンターのスタッフに言われる場合があります。言われた時に、ビザセンター内のコピー機を使うことになるんですけれども、10円玉じゃないと受け付けてもらえないという場合がありますので、10円玉を200円分ほどですね、20枚持っていれば、おそらく対応できるかと思いますので、念のためこちらお持ちいただければと思います。そして、パスポートのコピーでしたり、ビザ申請表も印刷したり、そして航空券もコピー取りますし、ホテルの手配確認書もコピーを印刷する。すべていろいろな形で印刷をして持っていくわけなんですけれども、印刷はすべて A4 用紙で行ってください。A4 以外の用紙で印刷をして持っていくと受け付けてもらえませんので、必ずすべて A4 用紙で統一して印刷してください。そして白黒コピーで大丈夫です。カラーコピーである必要はありませんので、すべての必要書類、あとこちらのパスポートのコピーなどに関しても白黒コピーで問題ありません。これらの準備ができましたら、いつでもいいので、ビザセンター総領事館が営業している時間にこれらの必要書類を持ってビザ申請に行っていただければと思います。で、ビザセンターも総領事館もですね、日本語を話せるスタッフが対応しますので、安心して申請手続きを進めていただければと思います。疑問点などあれば、その都度質問して解決することができますので、ご安心いただければと思います。
最後にですね、ビザの申請が終わってから、ビザの受け取りのお話をさせていただきたいと思うんですけれども、受け取りまでの日数というのは、通常ですね、申請日から4営業日後には受け取りが可能な状態になります。例として挙げますと、4月の1日月曜日に申請をした場合は、4月の4日木曜日にはビザの受け取り、つまりはビザの紙が貼られたパスポートの受け取りが、この4月の4日の木曜日にはできる状態になっています。観光ビザの料金なんですけれども、ビザセンターと総領事館で異なっておりまして、ビザセンターは7250円となっています。総領事館での場合は2250円となっています。でこの料金に関しましては、おそらくこの4番のビザセンターあるいは総領事館で手続き、申請をした際に事前に支払うという形に今なっていると思いますので、その申請の際にお支払いいただければと思います。でビザの受け取りの方法なんですけれども、ビザセンターで申請をした場合に関しては、本人あるいは第三者が直接ビザセンターに行って受け取りをしないといけないです。郵送というのをやってませんので、直接ビザセンターに行って受け取りをする必要があります。ただこれは第三者でも受け取りができますので、申請に関しては本人が行かないといけないですけれども、受け取りは第三者でもできるというところが少し違いますので、この点あらかじめご理解いただければと思います。総領事館で申請した場合は郵送での受け取りとなります。U パックの着払いで1000円弱ぐらい、800円から900円ぐらいでおそらく収まることが多いと思うんですが、これで郵送で届きますので、再度総領事館に行ってビザを受け取らなければならないということはありませんので、ビザセンターよりもかなり楽だということになります。ただ先ほど申し上げました通り、ビザセンターで申請するのか、総領事館で申請するのかというのは、こちらにあります通り、お住まいの地域で全て決まっていますので、総領事館での申請の方がビザの費用が安いですし、郵送で受け取れるから総領事館で申請したいと思ってもですね、お住まいの地域でも申請場所が決まっているため、自分で選ぶことはできませんので、その点はあらかじめご理解いただければと思います。以上が観光ビザ、L ビザ取得までの全ての道のりになります。こちらの動画の内容をご参考にいただいて、一つずつ進めていただければ、必ずどんな方でも観光ビザの取得ができるようになっていますので、ぜひ頑張って進めていただければと思います。ここから先は私がよく皆様からいただく観光ビザに関するご質問とその回答になります。まず一つ目、よくあるご質問なんですけれども、観光ビザの申請が拒否、そして発行されないということはありますかというご質問を非常に多くいただいております。申請に行ったのにその場で受け付けられないとかですね。あるいは申請に行って申請自体は受け付けてもらえてお金も払ったんだけれども、その後にやっぱりビザ発行できませんでしたなんていうことはあるんですかというような、ご心配いただく声が結構多いんですけれども、これについてですが、特別な状況を除いて基本的には拒否や発行されないということはありません。特別な状況というのはどういった状況なのかといいますと、まず必要書類の提出ができない方ですね。これは当然なんですけれども、必要書類いくつかあったと思います。あれらが全て準備できていない方というのは、基本的にはビザの申請が拒否されますので、必要書類の準備ができていない、提出ができないという方に関しては当然、ビザの申請ができません。2つ目は犯罪歴がある方です。そして最後は中東地域を頻繁に訪れている方です。これに関しては具体的な基準というのはよくわからないんですけれども、過去にトルコなどもですね、中東地域を頻繁に訪れている方がビザセンターで申請をした時にいろいろ聞かれたとかですね、拒否されたっていう例があったという話を聞いていますので、これらを私は特別な状況と呼んでおりますけれども、基本的にはここに該当しない方に関しては全て問題なくビザが発行されると思っていただいて差し支えないかと思いますので、その点はご安心いただければと思います。次のご質問ですけれども、観光ビザで滞在可能な日数は何日間ですかというご質問も非常に多くいただきます。観光ビザの滞在可能日数は30日間です。そしてビザの有効期限は3ヶ月間です。これちょっと簡単にご説明させていただきます。こちら、発行された観光ビザに書いてある情報なんですけれども、ビザにはまず有効期限というものと滞在可能日数って2つあるんですね。最初に有効期限からお話をさせていただきますと、こちらにイシューデートというのがあります。これがビザが発行された日です。発行日です。5月の26日となっております。で、上が Enter Before と書いてあります。
これが有効期限のことです。これが8月の26となってまして、5月の26が発行日で、有効期限が8月の26となってますので、3ヶ月間このギャップがあるわけですね。でこれ何かと言いますと、観光ビザは取得してから3ヶ月以内に使わないといけないんですね。でこの日付を過ぎて観光ビザを使って中国に入国することはできません。ですので、発行日から3ヶ月以内に中国に入国をしてくださいというものになります。で滞在可能日数はこちらに書いてありまして、30と書いてあるんですけれども、これはビザを使って入国した後、何日間最大で滞在できるかがここに書いてあります。ですので、観光ビザの場合は、ビザを使って入国をしたら最大30日間中国に滞在できるという意味になります。このように見ていただければ分かりやすいのかなというふうに思います。続いてのご質問ですけれども、陸路で中国に入国、あるいは陸路で中国から出国したい場合、これはどうしますかというご質問いただきます。一旦ちょっと振り返りますけれども、中国の観光ビザ取得の必要書類の中に航空券というのがありますよね。つまり中国に行く航空券、中国から帰ってくる航空券、この2つの往復の航空券の e チケットコピーを提出してくださいというものが必要書類にあるので、飛行機で中国に行って飛行機で出なければ観光ビザは取得できないのかと皆様思われていると思います。ですが、中国は陸続きで様々な国と隣接しています。ですので、飛行機以外の方法で中国に入国したり、そして中国から出国したりっていう場合も当然あるわけですよね。でそういった場合はどうすればいいんでしょうかというようなご質問なんですが、回答としましては、日本出入国の航空券と旅程表、これを提出することでビザ取得可能です。こちら詳しく解説させていただきますと、例えば、日本からベトナム、ベトナムから中国、中国から香港、香港から日本、こういった旅程で観光をしようというふうに考えたとします。そして、日本からベトナムは飛行機で行きます。ベトナムから中国はバスで行きます。つまりここは陸路ということですね。そして中国から香港は鋼鉄、新幹線みたいなものですね。で行きます。そして香港から日本は飛行機で帰ります。このようなプランで旅行をする場合、どのように中国の観光ビザを取得するのかと言いますと、まず一つ目は、日本からベトナムに行く航空券、そして香港から日本に行く航空券、この2つの航空券の e チケットの控え、そしてベトナム、中国、香港の旅程表ですね。これを提出すればビザの取得が可能です。旅程表って何かと言いますと、簡単に今右に出しました。例えばですけれども、4月の1日15時にベトナムから中国にバスで行きます。でその後このホテルに滞在します。でその後中国国内で、ここからここにバスで行きます。でまたホテルに滞在します。そしてこの後また中国国内でこの駅からこの駅に鋼鉄で行きます。でまたホテル滞在します。そして最後広州の南駅から、香港の方の駅に鋼鉄で行きますよといった形で、まずベトナムから中国に陸路で入国してから、中国から香港に陸路で出国するすべての旅程を細かくこのような形で記載した紙を提出すればビザの取得が可能です。で、この紙に関しては手書きで書いてもいいですし、ワードとかメモ帳とか何でもいいんですけれども、ご自身でパソコンで自由に作成していただく形でも問題ありません。当然バスや鋼鉄に関しては事前に予約ができないものも多いですから、予約をして予約の証明を出さなきゃいけないってことはありません。ただし、このホテルに関しては必要書類の中にホテルの予約確認書というものがありますので、その予約確認書のホテルと一致する必要がありますので、その点はお気をつけください。このような旅程表を別途用意することで、陸路で中国に入って陸路から中国に出てくるというような旅程でも観光ビザ取得できますので、ぜひ陸路で中国に入国あるいは出国をしたいというふうにお考えの方は、このような方法で観光ビザ取得されてみてはいかがでしょうか。次に4つ目ですけれども、Web 申請表に不備があった場合、つまり間違って何か入力をしてしまった場合、申請拒否されるのでしょうかというご質問なんですけれども、こちらはですね、不備があった場合は当日手書きで修正できます。何か間違ったことを申請表に書いてしまった場合はですね、スタッフの方がそれに気づいて、これ修正してくださいというふうに当日言われます。ですので、その場で
間違っている箇所に二重の取り消し線を引いて、正しい内容を書いて自分のサインをするといった形で修正可能ですので、ご心配いただかなくても大丈夫です。間違っていたら拒否されるとかそういったことはありませんので大丈夫です。5つ目のご質問ですけれども、ダブルビザ、マルチビザの取得はできますかというご質問もよくいただきます。こちら回答としましては、ダブルビザは取得可能です。ただし、マルチビザは取得不可能です。日本ではとしています。でまず、ダブルビザ、マルチビザっていうところのお話なんですけれども、通常中国の観光ビザというのはシングルビザというもので、一度入国したらもう使えなくなってしまうものですね。つまり、一度入国して出国したら、もう一度中国に入国したい場合は、再度観光ビザの申請が必要なわけです。これをシングルビザというふうに言ってるんですけれども、ダブルビザは2回入国できる、そういうビザがあります。ですので、例えば一度中国に入国をして、1回出国して、再度もう1回入国してっていうことをしたい場合は、このダブルビザを取ると非常に使い勝手がいいというわけですね。でマルチビザの場合は、さらにその上で何回でも中国に入国して出国できますっていうのがマルチビザと言われているものなんですけれども、ダブルビザは現状取得ができます。どうやって取得するかって言いますと、渡航2回分の航空券、そしてホテル予約表の提出さえすれば取得することができます。ですので、例えばですが、直近で中国に2回行く予定があると。例えば、わかんないですが、8月と10月に必ず中国に行くというような予定が確定している方に関しては、あらかじめその8月と10月のこの渡航2回分の航空券、ホテルの予約表をそれぞれ準備すれば、ダブルビザというものを取得して、1回の申請で2回入国できるというビザがもらえるので、楽だということになります。でもちろん、ダブルビザになりますと、料金も少し高くなるんですけれども、都度都度申請するのがめんどくさいという方に関しては、この2回分の航空券、ホテル予約表さえ準備すれば、ダブルビザは取得できますので、こちらご検討いただければと思います。で、ここ日本ではってしてあるんですけれども、香港とかの方では日本人でもマルチビザを取れるっていうような情報は聞いてますけれども、おそらくそれは香港に長く住んでいる方限定とか、そういったルールがありそうなので、現状日本に住んでいる日本人の目線で言いますと、シングルとダブルのビザは問題なく取得できますが、マルチビザはまだまだ取れないですよというような認識でいるのが良いかと思います。6つ目の質問は、本人以外が代理で申請することはできますかというご質問です。こちらについては、代理申請機関を利用すれば本人以外でも申請手続きをすることができます。代理申請機関というのは、いわゆるその旅行代理店のようなものですね。自分の代わりに代理でビザの申請をしてくれる会社です。ですので当然代理申請の費用がかかります。お金を払って自分の代わりにやってもらうということですね。そういった会社を利用すれば本人以外でも申請手続きできます。ただし、例えば自分の親族とか友人が自分の代わりに申請するということはできませんので、その点はあらかじめご理解いただければと思います。次、7つ目ですけれども、航空券やホテルの予約表の名義人は本人以外でも大丈夫ですかというご質問です。こちらですけれども、基本的に本人名義でないとビザの申請を受け付けてもらえません。航空券もホテルの予約表も自分の名前で予約を取ってください。ただし、ホテルの予約表に限ってですね、本人名義でなくても受け付けてもらえた事例があります。それはどういった事例かと言いますと、同行者と一緒に観光ビザ申請する場合ですね。こちら詳しく解説させていただきますと、例えば私と私の母の2人で中国に観光に行くということがあったとします。ですので観光ビザの取得が必要と、これから申請をしたいという状況だったとします。当然必要書類は2人分用意します。航空券とかウェブ申請表とか、先ほどお話ししたもの全部2人分別々の名前で、それぞれの名前で用意をするんですけれども、ホテルに関しては、例えば私の名前で取って、その部屋に母と私2人で泊まるっていう場合もよくあると思うんですよね。でその場合、母の名前のホテルの予約表が準備できないわけです。そうなると必要書類の一つが提出できないということになってしまうんですが、このような場合は、2人でビザ申請に行って、当日窓口で状況を説明すれば、母の分のホテルの予約表がなくても、ビザの申請を受け付けてもらえたという事例があります。これの重要なポイントは、2人で一緒にビザセンター、あるいは総領事館に行って、窓口で説明するということです。
2人で窓口に行って、例えば私ですけれども、私と母で観光で中国に行きますと。で、ホテルの予約は私名義でしてますけれども、この部屋に母も一緒に泊まりますと。で、都合上、飛行機と違ってホテルに関しては複数の名前が出せない場合もありますから、予約表は私の名前だけになってしまってますが、この部屋に母も泊まりますので、何とかしてもらえないでしょうかみたいな状況説明をすると、ビザセンターや総領事課のスタッフの方が状況を理解してくれて、母名義のホテルの予約表がなくてもビザの申請を受け付けてもらえたというような実際の事例がありますので、このような方法であれば自分の名義でなくてもビザ申請を受け付けてもらうことができます。ただし、基本ですね、原則は航空券もホテルの予約表も自分の名前でないと受け付けてもらえませんので、その点をお気をつけいただければと思います。最後、8個目のご質問なんですけれども、ビザ取得をした後に予定が変わりました。問題ありませんかというようなご質問です。これは例えばなんですけれども、8月の1日に上海に行って、で、このホテルに泊まってとか、上海からどこかに行ってというような、ある程度ざっくりとした予定を組んで、航空券取得して、ホテルを予約して、ビザの申請をして、ビザも取得できましたと。その後に、8月1日に中国に行く予定だったけれども、ちょっと都合が悪くなって、8月の5日ぐらいになりそうとか、あとは上海に行った後、このホテルに泊まる予定だったけれども、ちょっと観光の都合で別のホテルに泊まる予定になったとか。当然観光ですので、事前に決めた予定から変わることはあると思うんですね。そういった場合、ビザを申請した内容と実際の旅行の内容が変わってしまうので、これ大丈夫なんですかというご質問非常に多くいただきますが、こちら回答としては問題ありません。今ちょっとお話ししましたけれども、観光ですので、予定が変わることっていうのはよくあることだと思います。事前に組んでいた予定と全く同じように旅行しなくてはならない。そういうルールがあるわけではありませんので、あくまでもビザを申請する段階ではこういうふうな予定を組んでましたけれども、いろいろ新しい情報を得たりとか、行きたい場所が増えたりとか、食べたいものが増えたりとか、いろいろな条件で旅行のプランなんてものは変わるのが一般的ですから、ここは何かお咎めに合うってことはありません。ですので、例えば当初1週間の予定だったのが短くなって3日になってしまったとか、あるいは1週間の予定だったのがちょっと長くなって2週間になってしまったとか、そういった変更も全然問題ありませんので、大事なのはビザの有効期限と滞在日数、これ守ることですね。それが守れていれば、その範囲内での予定の変更に関しては特段何か言われるっていうことはありませんので、その点はご安心いただければと思います。以上が中国観光ビザ L ビザの完全取得ガイドとなっております。前回作成した動画よりも非常に内容の濃いものになっているかと思いますし、最新のビザの取得状況に合わせた内容になっておりますので、この動画を見ていただければ、これから観光ビザを取りたいという方は間違いなく取れるようになると思いますので、ぜひご参考にしていただけますと幸いです。また、何かご不明点、ご質問などございましたら、コメント欄までご質問いただければ、私が分かる範囲で回答させていただきますので、お気軽にコメントの方よろしくお願いいたします。それでは本日の動画が何か皆様のご参考になりましたら幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。さようなら。